今だからお話しできることがありまして、そのお話をちょっと今回させていただこうかなと思っております。皆さんこんにちは、よしかチャンネルです。こんにちは。先日ね、はい。つむくんの、はい癌になってからのはい。 2年半の検査がありまして、はいでその検査結果が先日出てきたんですけども、おかげさまではい。どこにも転移もなく、はい。無事クリアすることができまし無た。事クリアしました。ご心配いただいたりね、はい。どうか無事クリアできますようにとかたくさんコメントいただいてましたので、はい。おかげさまでクリアできてよかったです。はい。ありがとうございます。血液検査も何も引っかかることなく、肝機能もいいんですって。なぜか肝機能もなぜだろう。良好ということで、はい。はい。まだまだ飲み続けるぞという決意のもとに帰ってまいりました。はい。すごい素敵な先生で。はい。本当に素敵な先生なんです。グッドですって言ってくれはるんですよ。ね。100点満点ですって言っていただいて。100点満点をやってましたね。これね、学生時代100点取ったことないんで、先生にね、100点満点言われるのが本当嬉しくて、はい、今回も言っていただきまして、もう最高の気分です。はい。まあ薬はね、僕ちょっとね、やっぱり手術してからお腹壊しやすいんで、その下痢止めの薬だけいただいてて、だから薬も全く飲んでないっていう状態です。ちょうどね、病気をしてから2年半経ちましたんで、今だからお話しできることがありまして、そのお話をちょっと今回させていただこうかなと思っております。で、病名はね、直腸がんだったんですよ。まあ、直腸がんはね、一番肛門に近いところで、まあ、比較的手術が難しいっていうか、僕の場合は、最初診察してもらった時に、人工肛門にしないといけないっていうふうに言われたんですよ。で、緊急入院しまして、やっぱり人工肛門でこういうふうに暮らせていけますよっていう話ばっかりだったんで、落ち込んじゃって、まあ僕の人生の中では一番ショックな出来事だったんです。まあコロナ禍でね、なかなか面会もできないっていう時だったんで、まあ病院で一人で落ち込むっていう、そういうね、入院生活を送りました。手術自体は癌を切除するっていうことだったんですけど、最初ね、肛門はもう一生使えなくなるかもしれませんっていうことを言われてましてね。ただ一つの望みがあって、直腸がんではもうかなり有名な、調べたらもうすぐ一番に出てくるような有名な先生で、まあ運が良かったっていうのもあるんですけど、まあその先生に見ていただくことになりまして、でその先生に診察してもらったら、なんとか肛門は残せますよっていうことで、ただし3ヶ月間人工肛門をつけて生活してもらいますっていうことだったんですよ。その時はね、まあ、3ヶ月から半年っていうふうに言われてたんかな。癌の切除手術をしてと同時に人工肛門をつけることになりまして、その手術を受けて、で一旦退院で、それを経過を見ながら先生から OK もらったら今度は人工肛門をまた取り外すという、そういう流れだったんです。まあその間ね、実は一旦人工肛門で退院したんですけど、すぐに腸閉塞を起こしちゃって、とんかつとかね、サンドイッチとかね、好きなものを作ってもらって、もうたらふく食べちゃって、っていうのはね、ずっと絶食なんですよ。だからもう入院してすぐに絶食。だからもう20日間絶食で、最後、物を食べれるようになって確認してもらって退院っていう形だったんで、とにかくね、気持ちだけではね、もう好きなものを食べたいとか、あれ食べたいっていうのがいっぱい願望があったんで。で、先生にも何食べてもいいよって好きなものを作ってもらいなさいみたいなことをやったから、ね。言われてたからね。で、調子乗ってちょっと食べ過ぎて、結局3日で腸閉塞を起こして再入院しました。でもね、まあ結局退院はできまして、歩くところからスタートして、まあ、人工肛門をね、手術してるんで、まあ、痛みもあったんでね。で、まあ、こう、硬くなってるっていうかな。なんかね、ちょっと歩きにくいんですよ。まあ、歩くところからね、スタートして、なんとか、まあ、歩くのには自信が出てきたんで、YouTube 再開しようかなということで、実はね、人工肛門つけながら撮影してる期間があります。人工肛門つけてまた閉鎖手術をうまくいけば3ヶ月、もしかしたら1年っていう方もおられて、
まあ不安との戦いでね、もしかしたら本当外せる時がないんかなっていう、まあいろんなことがね、不安になって、動画では頑張ってたんですけど、精神的にちょっと壊れてました。普段は壊れてるけど、撮影の時だけはね、今まで通り会話したりとかして、まあ、よしかちゃん曰く心ない言葉も僕が投げかけたらしいですけど、正直、それにも気づかないぐらい僕壊れてたんで、おかしくなってたんだと思います。その時の一番横にいてる妻の立場として、今から振り返ると、元気に撮影して元気に食べてしてた主人が翌日病院行って、そしたら奥さん入ってきてくださいって言われて、なんやろうと思ったら直腸がんですって言って、もうすぐこの紹介しますから行ってくださいって先生に言われて、ってなったけど、私は正直大丈夫、絶対大丈夫って。だって前日あんな元気に撮影2人でして元気にしてたのに、それで死ぬことはないって本当に思って、絶対大丈夫大丈夫言って、病院に向かいました。そこでもっと詳しい検査をしてもらったら、先生が転移はなかったよって、他に転移はなかったよって言われて、まず第一段階少しホッとしましたけれど、でその後にもしかしたら一生を人工肛門かもしれないっていうことを言われて、コロナ禍だったので、その日からまた先生の説明があるまでもう離れ離れで3日間ぐらいかな。そうだったね。もちろんすむくんも病室で泣き、私も家で泣いて暮らして、命はもらえたけども、そういうことがついてくるっていうか、そういう形になるのかなっていうことに、私自身もショックを受けたし、もうすむくんのことを考えるともう泣いて寝れない日々をやっぱり過ごしました。もう別々のところでね。で先生のお話、手術のお話がありますって言われて、3日後ぐらいに行った時に、いいことお話ありますよって言われて、3ヶ月だけ、一生ではなく3ヶ月だけの人工肛門やって言われて、よかった、これでなんとか前を向けるかなって思って手術を迎えて、で無事成功しまして、よかったっていう感じだったんですけども、やっぱりね、会えないんですね、コロナ禍なので。本当数えるほどしか会えなくって、でもその中であんまりね、すむくんってね、LINE とかでもね、気持ちを書いてくるとかそんなんないんですよ。連絡事だけのLINE やったんが、当時だけはすごく心の交流、離れてるからこそできる心の交流が、LINE ですごくつながってるっていう感じがあって、それで私もお互いにこう救われたっていうかね、文章の力でお互い支え合ってたなって。会えないけど、あの時は一番ね、すむくんからの思いを聞いたっていうか、私も伝えたと思うけど、そういう時期があったんですね。で退院してさ、一緒に頑張っていこうって思ったんですけども、やっぱりすむくんにとっては前を向けない状態になって、だんだん気持ちがこう自分の内に入るっていうか、もうそばにいるんですけども、心は本当遠くにあるんやなっていうような感じになっていって、だんだん私一緒に頑張っていこうと思ってんのに、なんか自分だけがこう俺は違うねんっていう感じっていうか、そばにいるのに入院してる時よりも心が離れてたんですよ。すごい寂しさを私も覚えて、やっと一緒に暮らせるようになったのに、なんか心がすごく遠いところに住む子があるなっていう感じで、もちろんそうなんですけどね、本人からしたらね、やっぱりその3ヶ月間っていうのは、動画はね、撮影してる時はいつものすむくんに戻ってってなるんですけども、また帰ってきたらなんとなく沈んでいるというか、私がこう気遣う言葉も嫌がったっていうところがあって、である時心ない言葉ちょっと、すむくんにとっても私にしか言えないから、そういう言葉もあって、私ちょっと正直傷ついた時があって、だけどそこをなんとか2人でね、やっぱり話し合って、また新たな絆があの時生まれたんじゃないかなって思うんですけども、YouTube で皆さんからコメントいただいて、本当に応援のコメントを何百件もいただいてね、そういうことが私たち2人の前へ向ける一歩になれたかなって本当思います。その言葉に支えてもらったと。支えてもらってね、だんだんいつものすむくんに戻っていった感じなので、
うん、動画のだけだったのが、うん、ちょっとその動画終わってからの間とか、行く前とか、それがちょっとずつ、まあイメージ的にはね、増えて最後戻ったんかなっていう、そういう感じで、あの時 YouTube やってて無理して撮影に出かけようっていうことが本当に良かったんやなって、ね、そうやね、それがなかったら引きこもりになってたと思う。だからね、病気ってね、人の心でさえもね、変えてしまうんやなって、もっともっと大変な病気されてる方とかね、いらっしゃると思うんですけどもね、本当ね、人格さえも変えてしまうっていうことをすごく思いましたね。だから健康って大切やなっていうことと、あともちろん本人も大変なんです。だけど支えてる妻とかね、支えてる側も大変やねんなっていうことが病気をして初めて知りました。まあ結局ね、3ヶ月で人工肛門を閉鎖することができました。その時もね、ちょうどね、イルミネーションドライブやってん。そうやね。で、そのね、時はね、人工肛門のことを言ってなかったんで、閉鎖手術がありますっていうのはちょっと言わなかったんですけど、ちょっとお休みさせてもらいますっていう風にね、動画の中では、お話しさせてもらってます。イルミネーションの後、もう一個やったかな。もう一個、その次の動画の時、言ったんかな。その時に言ってませんでしたけど、撮影を終えて、ちょっとお休みさせてもらいますっていうことで、人工肛門閉鎖手術をしています。クリスマスに間に合うように退院させてもらえてね。イブに帰ってこれたんかな。イブに退院しましたけど、何も食べられへんかったけどね。だから最初はね、すぐお腹壊すんで、怖いんで、撮影行って物を食べたらすぐ帰るっていう、そういうね、感じの撮影で、なんとかやっておりました。ね、今大変な病気ね、されてる方もいらっしゃると思いますけど、でもいつかは、少しでもこう一歩一歩前を向けるんじゃないかなって思います。私たちも少し時間はかかりましたけど、知らず知らずと前に進めるようになっていったもんね。僕たちもまた今後はどうなるかわかんないからね。そうですね。もしかしたらね、今回の検査結果で再発してるとか転移があるって言われたら抗がん剤治療がね、始まる可能性だってこの先あるから、それを不安に思わず、毎日をね、楽しく精一杯生きていくっていうことが大事よね。大事やね。今はもうそう思ってるね。まあうちは、YouTube の動画をね、させていただいてますんで、その時にいただく皆さんのコメントが本当に支えになったね。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube をね、始めたきっかけは、もともとはよしかちゃんの更年期で、で、二人で何とかしようっていうことやったんですけどね。結局僕もね、自分が病気になって、YouTube に助けてもらいました。YouTube に助けてもらったというか、うちの YouTube を見ていただいてる皆さんに助けてもらいました。だから続けててよかったね。やめる方向になるのかなとも。そうだね。一時はちょっとどうなるのかなって。思ってたね。続けるのは難しいかなって思った時があったね。あった。よしかちゃんが更年期を脱するまで YouTube を続けていこうと思ってて。でもいつの間にか僕たちのね、生活に、なりました。で、皆さんとのね、交流が僕たちのもう本当の楽しみになってて、これからもね、続けていきたいと思います。皆さんの支えのおかげで続けていけていますね。ありがとうございます。ありがとうございます。その当初言えなかったんで、一回はこのお話は皆さんにお伝えしないといけないなと思って、今回検査結果の折にお話ししたいなと思ってまして、ご報告させていただきました。なのでね、長距離なかなか行けないっていうのはそういう理由もあったのよね。そうなんですよ。ね、長距離でドライブとかいろいろ思ってたんですけど、なかなかね、それが今はできない。そういう事情で仕事も全部よしかちゃんが運転手としてついてきてくれるっていう、そういう形でね、今は一人でも行ける場合もあるけども、それがね、うちのライフスタイルというか、ビジネススタイルになってるから、二人で行動っていう。本当に二人三脚なんです。そう。そういう感じになりました。だからいつも一緒に仕事行っております。旅行がなかなかこの何年間かね、行けてなかったのでね、
やっといけるかなっていうそうや感じでね。楽しみにしてます。楽しみにしてます。ね。今模索中ですね。どこ行くか。そうなんですよ。ちょうど4月がね、結婚丸30周年なんですよ。そうそう、30周年。なので次31年目になるんですけどね。次からはね、31年目夫婦になりますからね。なりますけども、30周年の記念の旅行をね、今ちょっと探し中です。はい、楽しみ。探してるのは私。さあ、花も咲いてまいりました。咲いてまいりましたね。このようにね、私たちも少しずつ日々咲いていけたらいいなと思いますけど。かわいいね。早いね。僕たちよりも成長早いですからね。早いですね。さあ、これからね、プリウスのトランクがね、重たくなってるんですよ。ダンパーって言うんですけど、こう上げた時ヒューって上がるね。それね、弱ってくるっていうのはあるあるみたいなんで、もう上がらなくなってきて、購入しましたんで、それの取り付けをしたいと思います。プリウスはね、悪いとこあったら交換できますけど、人間は交換できませんので、日々鍛えて、TikTok でダンスを踊ったりして、トレーニングしていきたいと思います。この後、TikTok もあったね。そうやってスケジュール決められるんですよ。ハードスケジュールですね。TikTok のスケジュールは僕が決めます。そうなんですよ。よしかちゃんは、なるべくやりたくないぐらいの。やりだしたら楽しいんだけど、そこまで行くのが、やっぱりまだ時間がかかるかな。体を動かすことは僕が押すと。後押しするっていう。そうです、そうです。旅行はよしかちゃんが押すと。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。インスタ私目線で発信してます。 TikTok 夫婦で踊っております。フォローしていただけると励みになりますので、そちらもよろしくお願いします。それでは次のよしかチャンネルでお会いしましょう。さよなら。さよなら。Together fall in love